皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今中国山東省の青島に来ております。今私がいるのが世界的にも有名な青島ビール祭りが開催されるビーチジンシャータンにいます。すごい人。青島といえば青島ビール、そして綺麗な海、さらには新鮮な海鮮ということで、今回はこちらの地でグルメ旅をしていきたいと思います。それではまず青島の基本情報と旅する上での注意事項を皆さんにお話ししたいと思います。青島は人口はおよそ1000万人、GDP は約1兆7500億元を誇る中国を代表する港湾都市の一つです。美しい海とヨーロッパ風の街並みが広がる人気の観光地としても知られています。青島は日本人にはまだあまり知られていませんが、中国屈指の海鮮グルメの街として知られ、新鮮な魚介類や本場の青島ビールを驚くほど手頃な価格で楽しむことができます。また100年以上前にドイツの統治を受けた歴史を持ち、街には当時作られた洋館や教会などが今も数多く残っています。青島は四季がはっきりしている街で、春と秋は25度前後と過ごしやすく、夏は30度前後まで気温が上がるものの、海風が吹くため内陸部よりは比較的過ごしやすい気候になっています。さらに海鮮市場や一部の海鮮店では価格が 500g 単位で表示されていたり、調理代が別になっている場合もあります。注文前に合計金額を確認すると安心して食事を楽しむことができます。支払いはアリペイや WeChat ペイが主流ですので、事前に準備しておくとスムーズです。それでは中国屈指の海鮮グルメと100年以上の歴史が息づく港町青島をたっぷり楽しんでいきたいと思います。急に洋館が出てくるから驚くわ。ちょっとまた都会チックなのね。これちょっとなんかおしゃれ街みたいな。ほら、ここまた繁華街っぽいね。だいたいみつみつのレモネードの店があるとこは繁華街よ。青島1軒目の晩ご飯なんですけれども、青島って言ったらやっぱり海鮮をね食べたいなと思いまして、やっぱ最初は地元の人が食べてるようなお店に行ってみたいよねと思って、口コミ評価がいいお店を見つけたので来てみました。海洋小吃海鮮ジャーツァンシャイ、青島の地元の人にも人気がある海鮮の家庭料理が楽しめるお店ということです。派手な観光客向けレストランではなくて、新鮮な海鮮をリーズナブルに味わえるのが魅力ということで入ってみましょう。前面两面坐这里吧。日本。日本。注文は QR コードでやる形になってます。いけすにシャコがいっぱい入ってる。フンってどれぐらいだ？シャコもたくさんあるし、ちっちゃいカニもある。ここの箱の中にはアワビも入ってるね。ここの口コミに書いてあったのが、なんか安いのにちゃんとめちゃくちゃ新鮮な海鮮を提供してくれるみたいな、現地の中国の人の口コミがあったわけ。お、すごい、どんどん行ってる。やっぱ当たり店なんじゃないでしょうか。先生、いいっすか？じゃあビール乾杯。うまい。ビールの味が濃いんだよな。日本の生ビールと同じぐらい美味しい濃さがたまんないんですけど、おちょっとすごい美味しそう。はい、青島に来たらまず食べたいのがこちら、ラーチャオガーラ。新鮮なアサリをニンニクと唐辛子で炒めた一品ということで、早速食べてみましょう。いただきます。うまい。旨味がやばい。塩味となんかニンニクのバランスがめちゃめちゃちょうどいい。辛さはねほとんどないかな。すっごい爽やかなアサリの炒め物って感じでめちゃくちゃ美味しい。これは新鮮だわ。こちらのお店の人気ナンバーワン、イカです。これが名物。この量で48元。めっちゃいい匂いするんだけど。いただきます。カリカリすぎない？今さばいたイカの味ですね。うまっ。味付けがつまみなんだけど濃すぎずめちゃくちゃちょうどいい。これもまた釣り人だから分かる話になっちゃうんですけど、これはマジで新鮮なイカをさばいてすぐ炒めたっていうぐらいパリパリの食感で、多分中国の中でもこういうカツで食べようと思ったらもっと高いんじゃないかな。やっぱ中国旅行はいいよ。安くてうまい。下に入ってるキャベツとこの汁と海鮮が合わさると最強にうまいです。酔ってきちゃったよ。よくよく考えてみたら今日朝の7時からずっとお酒飲んでるのかな。ずっと食べてずっと酒飲んでるけど、今この瞬間の酒とご飯が一番美味しいかもしれない。ホタテいただきます。これ38元だった。
ホタテもうまいね。ホタテの肉厚感がすごいんだよね。これは本当に安いと思います。チンタオへの期待値がぶち上がりましたね。あれだ、125元だとビールもセットで3000円です。カツ海鮮の値段じゃないんだよね。先生、お店の方がサービスでソーダとコーラくれました。チンタオの人優しいな、みんな。一瞬カルピスみたいな味したんだけど、その後にめっちゃハーブみたいな味が不思議なコーラや。このコーラなんですけど、このラオシャンっていうのがチンタオにある有名な山の名前なんだって。漢方が入ってて湿布や陽明酒みたいな香りと感じる人もいる。昔からチンタオの人に親しまれてるドリンクをお店の人がくれたっていう、なんか嬉しいですね。イカがやっぱ一番うめえ。やっぱ人気ナンバーワンなだけあって、チンタオが本当に港町なんだなっていうことを実感してる。もしチンタオに来ることがあったら、ここのお店本当いいと思います。おすすめです。美味しくて新鮮で安い海鮮が食べれます。ということでごちそうさまでした。夜の歩行街戻ってきたら人やばい、めっちゃ増えてる。目の前に行きたかったビールの交易所みたいな、ビール交換所みたいなとこがある。今時間が夜の9時半になったんですけども、今日平日の水曜日なんですが、すっごい賑わいになってます。ちょっととりあえずビール買ってみようかな。ここでカップをもらうのかな。そうよね。お、カップが出てきました。 WeChat から QR コードを読み取ってアカウントをフォローしたらすぐこの無料のプラカップが出てきました。これで継ぐんだ。これさ、あれなんだよ、毎日値段が変わるらしいよ。その日の在庫量によって変わるんだって。なんかじゃあぶどう味頼んでみようかな。これを読み取ればいいの？おお、これで押せばいいだけだ。おお、ちゃんと分量通りでもね。あ、ぶどうビール買いました。いただきます。ファンタグレープ。お酒入ってない？いや、もちろん18禁って書いてあったけど、夏のめっちゃ暑い日にグビって飲みたいやつ。酒感はマジでないんだけどな。これもうさ、街中の人いくらでも酒飲んでいいですよっていうスタイルになっている。この街やばいわ。夜市すごい規模だな。台東歩行街は100年以上の歴史を持つ青島を代表する繁華街。古くから地元の人たちに親しまれ、現在も多くの人で賑わう場所です。通りには飲食店や雑貨店、夜は食事や散策を楽しむ人たちで活気に包まれます。そしてその中心にあるのが台東シャオチー街。ここには青島名物をはじめ中国各地のローカルグルメが集まり、食べ歩きにぴったりの屋台がずらりと並びます。観光客だけではなく地元の人も多く訪れ、青島のローカルな食文化を気軽に楽しめる人気スポットとなっています。ちょっと今まで来た。だから一番でかいんじゃないの？うん。なんかお母さんなんだよ。なんか喋って。おはようございます。私が今やってきたのは後ろにあるこちら高低路農房市場にやってきました。こちらは青島の中でも最も活気がある市場の一つとして言われている場所になります。多くの人々が新鮮な海鮮や野菜やそして食べ物などもたくさん買える市場になっているということです。そしてこの市場の名物とも言われている大行列ができているこちらのお店、三東大宝。今日はこちらでまず朝ごはんをいただきたいと思います。すごい行列だ。めっちゃ並んでる。すごい勢いで列進んでいくんで、12345って人気のやつ6個頼めばいいんじゃないの？わ、でっかいね。これ6個もいける？すごい。先生、すごいね。味が。お店の活気がやばすぎてびっくりしちゃった。多分30人ぐらい並んでたけど、普通に5分ぐらいで買えました。割る？ジャン肉肉まんからいただきます。肉感がすごいね。めっ
ちゃうまい。味が結構濃いなんだけど、優しい醤油の味がする肉まん。つなぎは玉ねぎぐらいしか入ってないんじゃないのっていうぐらいかなりジューシー系ですね。中国って肉まんがうめえ。セルフでタレとかちょっとこういうおかずを取るようなコーナーがあったんで取ってきました。ちょっとつけよう。いや、注目すべきは価格です。3.5 元。コンビニで買う肉まんの10倍ぐらいは結構ジューシー感がある肉まんを100円以下で買えます。次はこのお店の一番名物、エビ肉まんです。千と千尋やん。いただきます。まだエビにたどり着いてない。中に柔らかいひき肉と大きなエビが丸ごと1匹入ってる。こんな大きなエビが入ってるんだよ。めっちゃうまくない？よくあるさ、肉汁を絶対入れたでしょってくらいバシャって出てくるような感じじゃなくて、ちゃんと素材から出た肉汁をこの皮がうまく吸い取ってる感じで、口に入れた瞬間にその旨味がバーッと広がってくるっていうような味になってます。あ、これ結構重いですね。軍隊背骨法みたいな名前の、おそらく軍隊がわかめかな。うわー、骨付きの肉がそのまま入ってる。じゃあワイルド。だからもう肉からも出しちゃおうっていう肉まんです。かぶりつけないじゃん。わかめの味はうまいじゃん。綺麗に取れる。お肉ホロホロになってます。わかめにごま油の風味とニンニクの香りがすごいついてて、口の中に入れるとシャキシャキした食感と、あとこのお肉の奥深さみたいなのも一気に入ってきて、今まで食べたことがない肉まん。これを肉まんにしようと思うのがすごいね。最後は一番高級だった22元の青島海鮮大砲。すごいじゃんこれ。ちょっともうエビが3匹とシャコが3匹、あとアワビ入ってますね。あとホタテの貝柱がどんどんって3個入ってる。これで22元はちょっと安い。まあ味ですけど。何味が来るのか。海鮮大砲。これすごいよ。ありとあらゆる海鮮のうまい出汁と肉のあんのうまみを全部皮に吸わせましたっていう肉まん。青島の推しの海鮮が全部入ってますみたいな、そんな味です。これはね、インパクト重視でちょい観光って感じでもある。うまいんだけど、でもなんか十分さっきの激安肉まんを食べてたら、やっぱそっちの方がね、深みというか歴史というか、絶対1個だけじゃなくて2個ぐらいは食べた方がいいと思う。普通の肉まんもめちゃくちゃうまいから。三島大砲、青島沖から来た方がいいと思う。めちゃくちゃ美味しかったです。まだまだ食べたいんだけど、1個の肉まんの大きさがすごいでかいから4個でギブアップです。ごちそうさまでした。すごいね。なんか露天とテントと混在してる。野菜が嘘みたいに山積みされてるよ。すごくないこれ。青い卵、すごいいろんな色の卵だ。肉食海鮮市場、お肉と海鮮が売ってるコーナー。室内に入ってきましたけど、めちゃくちゃ綺麗。すごい数の香辛料。なんかさ、唐辛子もさ、ビカラとさ、トクラとかさ、何が違う種類なのかな。ここから先はお肉コーナー。各店がお肉を吊るして売ってます。チャーシュー美味しそう。これでほら 19.1。急にめっちゃ磯の海鮮はやや安いし。安い。いつもわしが中国でよく食べる牡蠣、市場で買ったら1キロ12元。シャコは 500g で45元。このアワビさ、でかいよね。1個10元。ちっちゃいのだともう3個で10元。ウニ1つ25元。美味しそうだけどね。ほら食べてみたい。このカニは1斤45元。1000う円。わー美味しそう。アサリの身入りがやばいよね、本当に。1斤8元。安っ。ちっちゃいサワラ。サワラも名物。大量の貝が売っている超巨大牡蠣。これは 7.5 元。これは高級赤人。わー
青島がいろんな魚が取れるのがよくわかるね。カツエビ1斤23元、イカもいっぱい取れるし、魚も取れるし、貝も取れる。これなんかちょっと種類が見たことないイカの。めっちゃでかいやけん。これオマールエビみたいな手が大きいやつで 500g だから1斤で100元。何が安いのか大体分かったね、1話見て。はい、やってきましたのは青島で一番人気の観光スポット、青島ビール博物館です。実はここ1903年にドイツ人が建てた本物の醸造所なんです。100年以上も歴史がある赤レンガの建物を今もそのまま博物館として見学をすることができるんですね。中国の青島ビールの歴史が始まった場所を今から見ていきましょう。予約は事前にしてあるんですけど、すごい列になってて、多分ここに並ばないといけないんだね。入場チケットなんですけれども、今の時期は事前に購入してくるのがおすすめということでした。で WeChat からも購入できるって見てたんですけども、中国の電話番号がないと予約はできないってなって、トリップドットコムから今回は購入しました。一番安いチケットが1300円ぐらいで、入場券とあとビールの試飲が2杯ついたものがあったんですけれども、前日に予約しようと思ったらもう売り切れてまして、で私が購入したチケットがチケットと2杯のビールの試飲がついてるのと、さらに1903年当時の格好とメイクアップをして写真を撮れるっていうプランで、金額が2800円ぐらいでした。入場には身分証が必ず必要ということでパスポート持ってきてます。はい、普通にもうパスポートをピッてやって入るんだね。ドイツ庭園みたいな感じ。青島ビール博物館めちゃくちゃ広いですね。まずは栄冠です。国家一級ですね。青島ビールが誕生したのは1903年。当時の青島はドイツの租借地で、ドイツ人とイギリス人の商人によってこの地にビール会社が設立されました。本場ドイツの醸造技術を取り入れながら、青島で本格的なビール作りが始まります。そして創業からわずか3年後の1906年、青島ビールはドイツミュンヘンで開かれた国際博覧会で金賞を受賞します。その品質が海外でも評価されるようになりました。その後第一次世界大戦をきっかけに経営環境が大きく変わり、1916年には工場が日本の大日本麦酒へと引き継がれました。その後もビールの生産は続けられますが、第二次世界大戦後は中国側の経営となり、その後も成長を続け、改革開放以降は海外市場にも本格的に進出していきました。創業から120年以上の歴史がある青島ビール。現在は世界120カ国以上の国や地域に輸出される中国を代表するビールブランドになっています。見学が終わりまして、ついにビールの試飲のコーナーに来ました。ここのね、工場を見学して一番の楽しみがビールの試飲。ビール飲めない子をかわいそう。子供はもらったスナック菓子だけ食ってます。試飲コーナーは多分ね2つあって、とりあえず最初に今1杯、すごいにぎわい加減。おつまみに蜂蜜ピーナッツをまずもらいました。受け取りました。試飲の1杯目なんですけれども、こちらのビールユエンジャンって言いまして、室賀非加熱の青島ビールになります。つまり日本で飲める青島ビールとは別物のかなり特殊なビールということで飲んでみましょう。香りが深い。すごい炭酸も効いてるし、めちゃくちゃうまいです。なんか事前に聞いた時薄いって聞いてたんだけど、全然薄くないんだけど、ここからスプダッシュマウンテンに乗りますみたいな。あ、これ本当の工場じゃないの？現役じゃない？これ日本語でもう書いてある。ろ過器って書いてあった。めっちゃ歩かせるやん。あ、ジャパン青島ビア。これショップ特製ビアアイス高いね。32元。青島ビアアイスクリーム食べてみましょう。一番右側のオリジナルビアアイスクリーム、ちょっと高級、いろいろつけてくれる。先生、青島ビアミュージアムっていう旗までつけてもらいます。これが要はもう本当にビールのアイスですよっていう。いただきます。いやもうなんか普通にふわふわのめっちゃ美味しいアイスクリームで、後からふわっと一瞬苦味とビールの香りがしたような蜂蜜っぽいコクにも感じる大人のアイスですね。美味しい。ちょっとお土産を見ようかな。シャンパンみたいにクソ高い、すごいもうドンペリみたいになってる。これビールなんだよね。
ビールにちなんだマグネット、青島ビールの栓抜き、これかわいい。なんか T シャツとかも売ってますね。お土産コーナーをさらに降りると、ここでもう一杯のもらえるんだね。みんなここでビールを楽しんでますね。大混雑。今日生産されたビールです。2杯目の試飲のビールいただきます。おお、さっきのより濃い。今日生産されたビールって書いてあったからめっちゃ濃いですね。美味しい。とにかくなんかあれだな、青島のビール炭酸が強くて美味しいですね。美味しかった。ここで衣装体験をするという。いやでも通常チケット料金にプラス1500円ぐらいなんでね。あ、すごいね。こういう感じになってて、あっちは追加料金でこっちは無料で選べるっていうか、別にこっちでいいんですけど。あ、それいいの。うん。これの方が柄いいよね。うん。メイクをしてもらうんですね。すごい写真スタジオになってる。このポスターのお姉さんが着てるのと同じ服ですね。メイクもやってもらって、なんかヘアもお団子にしてもらったんですけど、なんかメイクはね、ついてたのが基本メイクアップみたいなやつだったらしくて、なんかほぼすっぴんみたいな感じのメイクでしたね。家から化粧してきたらもうちょっと華やかにできたかもしれない。撮影はこうパッと館内の中で10分15分ぐらいで済ませられるような感じで、ここから写真を選ぶっていう感じになります。こういう服はね、なんか今までの撮影感とかにはなかったから面白いですよね。出来上がった写真がこちらです。今回のプランについてたのは1枚だけ無料で選べるよっていうことだったんで、それ以外追加でしていく場合は1枚40元かかるっていうことで、まあ1000円高いなと思って1枚だけにしました。青島ビール博物館なんですけれども、試飲のビールが何よりもすごく美味しかったので、これはね来てよかったなと思いました。これから青島の中でも一番活気があるって言われている海鮮市場の方に行きたいと思います。もうすでに夜市のあたりも賑わってきてますね。今から行く海鮮市場は帯同歩行街のすぐ近くにある市場になります。うわー、こんな感じで売ってんだね、ザリガニ。あんなもりもり入って100元。今おじさんが100元払った。100元。帯同歩行街の夜市がこっち側なんですけども、市場の方はこっち側にあります。ビール屋さんの呼び込みだと思うよ。道端にそのビール屋さんの客引きがめっちゃいるっていう。海鮮市場に行く上での注意事項を事前にいろいろ調べたんですけども、昔はね、青島の海鮮市場結構ぼったくりとかも多かったみたいなんですけど、今は結構行政の介入によって明朗会計のお店も増えたし、量りのなんか規制なども入ったりして、ちゃんとね購入はできるらしいんですよ。その後ビール屋さんに持ち込んで調理してもらって食べるんですけど、そのお店選びがね結構大事って見て、実際にそのビール屋さん選びを間違えると予定してなかった高い金額払うことになっちゃったとかになりかねないので、ちゃんと評判のいいところを調べて行く必要があるっていうことでした。もうすぐ市場なんですけど、すごいもうすでに人がいっぱいいるわ。うわー、どうなっちゃってんのこれ。今日の晩ご飯はこちらインコンル海鮮市場でいただきたいと思います。ここが青島で一番活気がある海鮮市場ということで、地元の人も買い物に来るみたいなんですけれども、観光客の人もここで実際に自分でカツ海鮮を選んで、これが食べたいあれが食べたいっていうのを買って近くのこの辺りにいっぱいあるビール店に持ち込んで加工してもらって好きなスタイルで食べることができる。これが青島のビール文化ということで、早速中に入って美味しい海鮮探しに行きましょう。で結構このね、今ちょっと後ろに少年がいると思うんですけれども、さっきからねずっとついてきてます。もう多分かれこれ200メーターぐらいついてきて、僕が海鮮選ぼうかって言ってます。市場の中に入るとまずは乾物売ってるんですね。この奥に海鮮がいろいろ売ってるんだな。ほらもう撮影してる人もいるぞ。とりあえず何がいくらなのかちょっとずつ見ていきましょう。美味しそうなやつを探したいね。うわー、でっかいシャコ。こういうのは大体人が集っているところが安いっていう傾向にあるんで、まず人がいっぱいいるところを探しましょう。うわー、もう結構市場は明朗会計なんてどこもこういう風に書いてあるんだ。ここの市場に来た私、オマールエビみたいなやつ食べたいんだよな。ちょっと価格を聞いていきましょうね。うわー、うわー、怖い。一斤いくらか聞きました。85元。でこれ500もないよね。だから160ってことは1匹80元だから
2匹で3800円。オマールエビはどこも1匹2000円は欲しいって感じかな。このウニ1個18元、1個430円だったよ。美味しそう。牡蠣2元って1個50円ですよ。安すぎる。やっぱ大きさです、価格が違って、ちっちゃい方の牡蠣は2元で、大きい方の牡蠣は5元だ。でもこのサイズも結構でかいよ。目まぐるしいや。市場見てると値段が書いてないお店もあるから、まずはこの美味しそうなウニ行きましょう。あー、ちょっと安くなって、シャコは1斤で2270円ぐらいで、多分どこも100元って出てるんだけど、ちょっと安くしてます。ちょっと大きめのオマールエビの値段、85元。2個いる？この大きさのアワビ4つで60元。いいんじゃない？安いと思いますけど。ちょっと安く。全然も来てくれないやん。まとめて買ったのに。メールを背景にやってるってことです。Thank you。今ウニを2つと、あとシャコを 500g とオマールエビを2匹とアワビを4個買って、全部で395元、9460円。安いと思うけどね。でもこっから加工費がかかる。私まだ牡蠣が食べたいね。牡蠣がいっぱい売ってるお店で買いたいから、牡蠣探しに行きましょう。この店さっきからめっちゃ人いるんだよね。美味しそうな牡蠣。大牡蠣は多分1個10元。でもめちゃくちゃでかい。重いやつを選んでくれてます。Thank you。牡蠣でかいの1個とちっちゃいの2つで10元だった。先生、バイバイ。ここの店混んでるなと思ったけど、安かったですね、牡蠣がね。このお兄ちゃん目印ということで、海鮮の調達ができましたので、もともとね、この辺りのビール屋さんはいろいろ調べて、一番評判がいいんじゃないのかなって思うところを見つけてますので、そちらに向かいたいと思います。全部で1万円ぐらいですね、今の時点で海鮮の値段がね。あとはビールと一緒に海鮮を食べるだけや。この買った海鮮を持ってご飯を食べに行く。市場出てすぐ右に進んだところにあるこちらのお店にします。死んでるシャコ入れたぞ。さっきのお店のシャコ2匹死んでました。ショック。行きは確認しましょう。牡蠣は同じ味なんだから大丈夫。いいか。OK。加工費が184元かかります。でもここは明朗なんですよ。そんなにね、安いって書いてる店はなかったですね。ビールを選ぶ。味見させてくれるんだって。OK。先生、すっごいなみなみに注いでくれるんだね。今日は涼しいので屋外の席でいただこうと思います。このビールおすすめしてもらったんだけど、めちゃくちゃうまいわ。じゃあせっかくなんでシャコからいただきますね。市場歩いた中では一番大きいやつを選んだんだけどね。やっぱ今時期的にシャコあんま大きいのがいないみたいで、うまいじゃん。身が引き締まってる。シャコは口に入れた瞬間に甘みが広がって、この塩炒めみたいな感じになってて、いい感じのパンチがあるんだけども、ものすごいビールのおつまみになるような味付けで最高に美味しいです。唐揚げみたいな感じで美味しいね。次オマールエビいきます。オマールエビです。オマールエビって食べたのもしかしたら初めてかもしれない。マジで見た目以上に食べるところたくさんあるし、辛炒めにしてもらったからどんどんまだ食べたくなるような味付けで、こちらもめちゃくちゃ美味しいです。アワビも辛い炒め物にしてもらいました。辛いのが好きって言ったらオマールエビもアワビも辛くしてくれた。これはうまい。アワビをダブルペッパー炒めみたいにしてもらったんで、口に入れた瞬間にギュッとアワビの食感と旨味が広がって、さらにそこに唐辛子の香りがきてむちゃくちゃ美味しい。最高や。ウニめっちゃうまそうや。これ1個35元だったわけ。このなんか身の感じだったら結構安かったんじゃないかなって思う。いただきます。うまい。めっちゃふわっとしててむちゃくちゃ甘くて超新鮮なウニさ2つ買ったんだけど、身入りがちょっと違くて、ちょっとスカッとしてるけど色が濃いウニと、ぎっちり入ってるけどちょっと色が薄いウニだったんで、食べ比べしてみます。
うまい。どっちもうまい。生ウニは絶対食べた方がいいですね。なんかウニの甘みとこのちょっと甘い中国のお醤油の味が絶妙に合ってる感じですね。ちょっとデカ牡蠣食べていいですか？これね、めっちゃでかい牡蠣。何がいくらでって分かんなかったんだけど、結局3つ買って10元だったから安いよね。ニンニクたっぷりで蒸してもらいました。あっち。めちゃくちゃ新鮮。生臭さゼロ。うまい。中国で一番お得な海鮮は牡蠣とアワビ。ちっちゃい牡蠣もいただきます。味に違いあるかな？うちも全然美味しいんだけど、さっきの大きいサイズの牡蠣の方が味が濃厚でしたね。多分だけど、ちっちゃい牡蠣は2元で大きい牡蠣は6元。もうチンタオにいるともう常にクラクションがブッブブッブ鳴っているんですけど、これもう2日目なので結構慣れてきました。多分これくっついてるんだと思う。流しちゃって。オマールエビの春雨蒸しです。これやばい。春雨蒸しにしたらロブスターの甘さが急にめちゃくちゃきて、これはたまんないね。結果的には味分けてよかったと思うわ。辛さとニンニクの味とで分けて食べられるから結構いくらでもいけちゃう感じになってる。でよかったね。ちょっとクラクションがうるさいけどな。でとにかく外がもっと暑いと思ってたんだけど、めちゃめちゃ心地よいというか、シャコ。うまい。春雨と一緒に食べた方がいい。季節がね冬とかじゃなかったら、ぜひ来た方は外で食べたらすごい最高な海鮮体験ができると思います。ごちそうさまでした。チンタオってなんかほんと酒飲みの街だよね。絶妙に味付けもさ、ちょっと酒飲み仕様になってるっていうかさ、すげえ。すごっ。うわー、すんごいねこれ。すげえ。はい、こちらはチンタオでも人気の観光スポット、五市広場というところに来ました。昼間は海沿いに広がる開放的な広場として人気の観光地ではあるんですけれども、夜になると夜景スポットとしてもとっても人気の場所なんです。フーシャン湾っていう海沿いに一体100棟の高層ビルが一気にライトアップされまして、巨大なスクリーンとなる中国でも随一の夜景スポットということで見に行きましょう。今まで中国の中ですごい広大な夜景スポットだなと思ったのが大連に行った時だったんですけれども、なんかここはそれよりもさらに広い感じがしますね。五市広場の付近も十分夜景綺麗なんだけど、5分ぐらい歩いて一番端っこまで行くとさらに綺麗に見えるということで、ちょっと歩いて行ってみましょう。五市広場を背にして左側にだいたい5分ぐらい歩いてくると着きます。ほら見て、ちょっと先にすごい突き出してる広場があって、そこにうじゃうじゃ人がいる。先端の方に行って皆さんにも見せますね、景色を。ここすごいわ。ほら、うわー、すごい。もう端から端まで全部スクリーンだねこれ。ちょっと今日霧がかってるけど、それでも全然見えるくらいすごい綺麗だもん。今すごいよね。うわ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 、なんだこの原色カラフルスクリーン。チンタオの夜景噂には聞いてましたけど、まさかこんなに綺麗とは思わなかったです。見に来てよかった。夜市でなんか食べようかなと思って、すごい麺が食べたい気分だったんですけど、なんか麺のお店があんまりなかったんで、ホテル戻ろうかなと思って歩いてる最中にビカビカ光る蘭州ラーメンのお店を見つけまして、今日の締めはこちらで食べることにしました。これがね、なんかお店の一番人気19元でした。蘭州ラーメンといえばラー油ですよね。結構麺の量多いなそう、びっくりしてる。こう器の半分ぐらい麺や。これうまいですね。今一番食べたかった味。まず麺がツルツルで結構コシがあって美味しい。汁の味はすごいあっさりしてるんだけど、今一番しみるな。なんかこの癖がない味っていうのがすごいいいですね。
なんかラーメンとなんかうどんの間みたいな感じかな。優しい。牛肉なんか柔らかそうだね。うん。牛肉もなんかすごい煮込んだ感じのめっちゃ柔らかい薄い牛肉。今日朝一から歩いたから結構長かったね。もう寝ないと12時。閉まりました。美味しかったです。ごちそうさまでした。リンゴ海鮮ジャオズーローっていう海鮮の水餃子が有名なお店に食べに行きました。ここはジョンシャンルーとか桟橋からもすぐ近くのいいアクセスにあるお店ではあるんですけれども、観光客ももちろん来るんですが、地元の人にも愛されている餃子の名店っていうことです。チンタオでは新鮮な海鮮だけではなくて、その海鮮をさらにあんにして手作りの皮に包んだ水餃子も名物っていうことなんですよね。こちらのお店ではサバやエビやイカなどの具材や風味が異なる新鮮な海鮮の水餃子を味わえるっていうことです。それでは早速食べていきましょう。海鮮のスープいただきます。すごいんだけども具材がゴロゴロ海鮮入ってますね。うまっ。めっちゃ海鮮の出汁の味がする。とろみがある、なんかおかゆみたいな感じで、ちょっと米も入ってるような感じもするけど、これが米なのか何のかちょっとわかんない。うまい。中サイズを頼んだんですけれども、かなり大きな器にたっぷりくるのでボリューム感がすごいです。結構大きめのエビとかホタテやアサリなんかも入ってて、シャコは入ってないですね。ちょっと写真見間違えました。優しい味わいで体がじんわり温まるようなスープです。次アサリいただきます。炒め物かと思ったら冷菜でした。炒め物も食べたから冷たいのでよかったかも。あ、これなんか山椒醤油味みたいな感じ。ビール欲しいな。美味しい。アサリも柔らかくて冷菜でも美味しいんだな。結構好きかも。唐辛子となんか山椒が後から来る辛さだから、醤油の味付けはまあまあ甘めなんだけど全然ありです。ビールがあったら多分いくらでもいける。お店の名物水餃子盛り小のサイズにしたんですけど、2個ずつ乗って10個だからちょうどよかったですね。白いのがサワラの水餃子、これがチンタオ名物で一番人気なんだそうです。いただきます。魚の水餃子ってどんな感じなんだろうって思ったら、全然魚臭さはなくって、どっちかっていうとかまぼこみたいなすり身みたいな感じになってるんですね。すごい食べやすいです。お肉はね一切入ってないから、なんかはんぺんとかそんな感じの食感。で次がこれもね、チンタオに来たら食べたかった、イカの水餃子。真っ黒。めっちゃイカの味する。霞ではない。皮だけ黒いけど中は黒くない。あんがふわふわなのは一緒なんだけど、結構しっかりめにイカの出汁の味が効いてます。緑がエビ餃子で2種類のエビが入ってる餃子っていうことです。あ、これうまい。あんの比率がほぼほぼエビが8割ぐらいの結構贅沢な餃子ですね。あ、これエビのやつうまいじゃん。いや、イカもサワラも美味しいよ。お酒飲みたくなっちゃうね。黄色は石餅の水餃子です。白身魚なんでちょっと魚の風味はあるけど全然癖がない美味しい水餃子って感じでね、この紫これなんだろうって思ったら、これマダコの水餃子なんだそうです。タコの水餃子っていう発想がないからお肉の感じとタコの感じが合わさって美味しい。チンタオ名物の海鮮水餃子、味はね、なんか食べるまではどんな味だろうって思ったんですけれども、それぞれ味が違くてとても美味しかったです。皆さんそれぞれ美味しそうに食べてるので、どのメニュー頼んでも当たりなんじゃないかなと思います。ということで、ごちそうさまでした。お昼ご飯も食べ終わりまして、これからジンシャータンというエリアの方に移動します。今日はね7月の17日なんですけれども、チンタオのビール祭りの開幕日なんですよ。でそこに合わせて今あいにくの雨ではあるんですが、海辺のエリアの方に移動します。今私がいるのがジョンシャンドゥエリアになるんですけれども、そこからジンシャータンのエリアまでは約30分ぐらいでディーディで35元16キロで着きます。
なんか開幕日はねすごいいろいろ催し物もあったり、ものすごい盛り上がるらしいっていうことでそこに合わせたんですけど、今日だけめちゃくちゃ雨。長いトンネル、これあれか、今海の下を走っている。急に海の景色なのかね。おお、どうですか。なんかちょっと人いなくないですか。ちょっとまだビール祭り感が本当ないんだけど。でもなんかこれから商売をしますみたいな民宿の看板持った人めっちゃいるわ。おお。着きました。ホテルに到着しました。こちらのホテルはですね、2024年に開業した比較的新しいホテルで、青島ビール祭りのメイン会場のすぐ近くにある超アクセスのいいホテルっていうことで、今回こちらを選びました。ホテルの部屋シティビュー撮ったんですよ。オーシャンビューが結構高かったんですけど、そしたら無料でアップグレードしてくれました。今日泊まるお部屋は5階の06号室です。うわー、なんかめっちゃおしゃれだな。綺麗。こちらのお部屋、1泊1部屋約2万円のお部屋になります。朝食はついてないんですけれども、ビール祭り開幕日っていうことで、結構高い時期の値段にはなってると思うんですけれども、1人当たり約1万円のお部屋になります。部屋の真ん中にかなり大きめのベッドがありまして、ベッドは結構ふかふか系です。大きめなテレビが埋め込まれています。ベッドの横には2人で座れるような大きめなソファーと丸いテーブル。なんかこれボトルがすごいおしゃれだね。電気ケトル、マグカップ、おしゃれなお茶が2種類あります。黄色の冷蔵庫って珍しいね。冷蔵庫の中にも冷えたお水と、あとコーラが2種類あります。そしてこの部屋のメイン、オーシャンビューの景色です。おー、海は今天気がちょっと良くないんで見えづらいですけど、ここ海です。ビール祭りの会場も部屋から見えますね。ちょっと見えづらいけど、今ここにめっちゃ人がいっぱい集まってきてる。この雨だけど泳いでる人もいます。ちなみに夜の景色はこんな感じ。洗面所、すっごいファンシーなデザインですね。女優鏡にもライトがついてる備え付けのハンドソープがありまして、アメニティ類はホテルのオリジナルポーチの中に入ってます。ポーチの中には歯ブラシと歯磨き粉とシャワーキャップ、コットン、櫛が入ってました。ドライヤーは風量強めのタイプがありまして、スリッパは柄付きのふわふわ系、バスローブも服みたいなタイプになってるやつですね。トイレがありまして、ウォシュレットはついてないけど綺麗です。その横がシャワールームになってまして、手持ちのタイプと上から浴びられるタイプになってます。手持ちのシャワーか上のシャワーかボタンを押して決められるタイプですね。シャンプー、コンディショナー、シャワージェルは備え付け。水圧結構強めです。しかもすぐお湯が出てくる。部屋もすごく綺麗だし、ビール祭り開幕日で1人当たり1万円で泊まれて、このホテルにしてよかったです。会場に到着しました。今の時間がね、7時半前ぐらいなんですけど、7時から10時ぐらいが一番盛り上がるよって言ってたんですけど、あいにくの天気なんで、ちょっと落ち着いてるかな。思ったよりは人は少ない。一面全部ビール売ってます。どっから回ったらいいのかわかんなくなるぐらい広いです。来ました。青島ビール祭りです。青島ビール祭りといえば、もう青島を代表する一大イベントの一つなんですけれども、この青島ビール祭りって1991年に第1回が開催されまして、そこから今回は36回目の開催になります。世界4大ビール祭りの一つとも言われていて、アジアでは最大級のビールフェスタになります。今日はですね、この会場に世界から約2000種類以上のビールが集まって、さらに美味しい食べ物をたくさん食べられる。あとは開幕日当日ということで、有名な歌手の人たちのライブとかショーもあるということで、楽しんでいきましょう。会場はこんな感じでいろんなモニュメントがあって、お祭り感がすごい。これが約1ヶ月開催されるっていうことで、すごい規模ですよね。ビール何種類飲めるかな。ちなみに会場の入場料金なんですけど、無料でした。すごいよね、こんな規模のやつにタダで入れるなんて。土砂降りになってしまった。奥の方に積んできたらテントがいっぱいあった。ライブやってるわ。噴水すごいけど、もうこの雨だからさ、いろんなビールの会社のブースがあるような感じになってんのかな。各テントの中で大盛り上がりですよ。乾杯。おい、生き返る。もうこんなに過酷だと思わなかった。
如果有想要以大屏的形式来送出。なんか次々ライブが始まるの。グレープフルーツビール。せっかくだから見に行こうステージを。すごい酒飲む。今日本当はすごいたくさんのドローンを使ったショーがあるって聞いてたんですけど、多分この雨のせいでドローンショーやってないです。テントの中の歌手の人のライブの盛り上がり方見てすごい楽しかったです。だってさ、普通歌手の人が机の上に登ってさ、ファンの人と一緒にビール飲んでフランなんか首振って踊ったりしないじゃん。なんだかんだもうなんか 2,3 時間ぐらいいるんだけど、数時間で全部体験するのは無理です。広すぎて。ビール居酒屋がいっぱいある。そんな感じでしたね。ということで、チンタオビール祭り、あいにくの天気でしたけど、ずっと来てみたいなと思ってたお祭りなんで、活気が伝わってきて、すごく楽しかったです。わー！また花火！10時ぐらいになって、めっちゃ急に花火やってる。とりあえず歩いてホテルに戻ります。ちょっとお腹空いたんだよね。どっかでご飯食べたいな。ホテルの下降りてきたら、まだまだ結構海鮮屋さんやってたんで、軽く夜食食べることにしました。フレッシュビールです。乾杯。チンした肉まん来た。小籠包ってさ書いてあったけど、これ肉まんだよね。そうだね。コンビニの。もうこの辺りはねリゾート地だから、美味しいまずいの軸じゃなくても雰囲気流れなんで。ちょっと待っちゃってよ。いや違うよ、これ麺3玉ぐらい味が多分ないと思うんだよな。でももうあったかいっていうのが嬉しいかもしれない。無味ですね。ガチで味がない。アサリの量すごくないですか。これで26元。夜までやってくれてありがとうって感じの。あ、うまい。アサリです。身入りもいいんだよ、ちっちゃいけど。あ、やっぱ夜の飲みはもうアサリとビールですよ。そういうこと。海鮮です。いや。これ辛いタレあるって聞いた。やばい、後ろでカラオケ始まります。偉大なるマーラー。そこにちょっとアサリ風味を足してみよう。ガーリック、パクチー、うまみ様。マーラーアサリうまみ麺になった。カラオケがカラオケを引き寄せて、もうどんどん人が来てます。これ食べなよっつっておつまみ分け始めました。もう一緒に飲もうぜみたいな。めっちゃ面白いわ。即体感。はい、ということでビール祭り終わりのローカル海鮮店、ごちそうさまでした。おはようございます。ビール祭りから一夜明けまして、今朝の9時なんですけれども、ものすごいいい天気になっているということで、ちょっとねビーチの方に海を見に行きたいと思います。朝9時で結構早く来たつもりだったけど、なんかもうまあまあ人いますね。営業時間も早いよね。通りにある商店もう全部開いてますわ。水着5元とか書いてある。安ない。朝からアイスクリームや冷麺やらもう全部開いてるよ。道の
ど真ん中に犬が座ってます。なんであえて真ん中を選ぶ？ちょっとすごいじゃない、ちょっと。マジ中国の海ですわ。これ9時ですよ。ちょっと待って、マジやばいんだけど海。1ミリの余白も許さないってぐらいにビーチパラソルがあって、この光景なかなか見られないんじゃないですか。いやー、昨日の天気が嘘みたいに綺麗な海。ジンシャータンのビーチは巨大でして約 3.5 キロも長いビーチなんですよ。ちょっと人の数がすごいですね。ちっちゃい子供からもうおじいちゃんおばあちゃんまでみんな海水浴を楽しんでます。いいね。日差しがかなり強いのもあってか、なんか水着で泳いでる人もいるんですけど、ほとんど服着て入ってるって感じですね。このビーチパラソルも有料なんだよね、多分。だからね、呼び込みのねおじちゃんおばちゃんがいっぱいいて、であとねロッカーがめっちゃ面白い。そこら辺から運んできたみたいなロッカーに荷物を入れておくことができます。ちなみに昨日警戒線だと思ってた超高速で走ってる船は有料の遊覧船でした。潜水、海に潜れる。結構高いね。一番安くて380元。なんかいろんなねビーチビジネスが横行してますよ。朝9時半からこんな全力で遊ぶってぐらいめちゃくちゃみんな遊んでるんですよ。もう夏来たーみたいな。でね、何がいいってなんかみんな笑顔なんですよ。で多分ちょっと岩場のとこ行くと潮干狩りしてる人めっちゃいいんでしょだって潮干狩りグッズも売ってたもん。ホテル移動してきまして、中山路の近くのホテルに泊まります。OKでホテルです。2025年開業のまだ新しいホテルでして、地下鉄1号線の中山路駅のすぐ近くでアクセスのいいホテルとなっております。サクッと紹介したいと思います。なんかフロントもめっちゃ綺麗。にはお、チェックイン。今日泊まるお部屋は2階の1号号室です。今12時前なんですけれども、チェックインさせてくれました。こちらのお部屋1泊1部屋1万1000円です。普通のビジネスホテルみたいな感じの作りになってます。ベッドはキングサイズで結構大きめです。硬さは結構硬め。扉入ってすぐのところに洗面所があります。アメニティ類も基本的なものは全て揃っています。ドライヤー強い。部屋から見える景色はもう普通に人の家ですね。トイレも綺麗です。ウォシュレットはついてない。シャワールームは手持ちのタイプと上から浴びるタイプになってます。水圧はまあまあ強めです。まあまあ普通に綺麗で立地もいいし、いいホテルだと思います。チンタオの旧市街を代表する歴史ある通り、中山路に来ています。中山路はドイツの統治時代から商業の中心として発展してきて、今も色濃くヨーロッパ調の建物やレンガ調の街並みが残っている通りになります。なんか建物だけ見たらさ、どこの国にいるのかわかんないぐらい急に雰囲気がガラッと変わるね。なんかもうさ、いつもの中国のさ屋台通りみたいな屋台が並んじゃうんだよね。並んじゃう。石造りなんだけど並んじゃう。めっちゃ広いわー。私の今後ろにありますのが聖ミカエル大聖堂なんですけれども、こちらは1934年完成のゴシック様式のカトリック教会となっておりまして、ドイツの統治時代を象徴する建物となっております。高さが約56メーターの相当が美しく、チンタオを代表するフォトスポットとなっている場所です。中に入りました。天井がものすごく高いです。ステンドグラスの装飾もすごく細かくてとっても綺麗。外観の写真しか見てこなかったんですけれども、中はね絶対入った方がいいですね。迫力がすごいです。一番真ん中に来ました。すっごい綺麗。大きなパイプオルガンがありまして、ここの教会は今も現役のカトリック教会でミサが実際に行われているんですよね。綺麗な教会でしたね。せっかくドイツの街並みの中にいるっていうことで、今日はお昼ご飯ドイツ料理を食べに行きたいと思います。お腹空いちゃった。またいっぱい屋台出ちゃって、この辺り一帯が再開発が入って、もう今はかなりの商業地区化されているので、どこもかしこも飲食店やらお土産やら何でも売ってますね。今日のお昼ご飯はこちらのドイツ料理店でいただきたいと思います。この建物、実はチンタオ国際クラブっていう建物で、当時ドイツの統治時代に外国人の社交クラブとして使われていた歴史的建造物ということで、その中でドイツ料理食べましょう。どう歴史的建造物の中で食べられるんや。じゃあ入りましょう。飽きません。引くでした。結婚パーティーやってんな。お、博物館やん。ああ、谢谢。
席が想像以上に文化財みたいなレストランなんですけど、説明書きとかも書いてあるし、すごいとこ来ちゃったんです。で、ここのレストランお得なセットがあったんで、それでもう頼んじゃいました。2人セットで生ビール2杯と、あとサラダとかお肉とかパスタとかもついて144元のセットを頼んでます。席は歴史的建物の中に椅子とテーブルを設置したみたいな感じです。タイムスリップしたみたいな気分になれます。チンタオビールがついてくる。結構な量ですよね。昼からですが乾杯。うまい。外暑かったもんね。いいっすか。ブレッツェルから美味しそう。いただきます。もっちもちだね。ちゃんと焼いてくれてるんで焦げ目もついてて美味しいです。サラダは上に乗ってるチキンはサラダチキンのスモーク味みたいなやつが乗ってて、でまあいろいろ野菜入ってるんですけど、普通のサラダでシンプルで美味しいです。ドレッシングもちゃんと西洋風になってる。結構なボリュームじゃないですかこれ。でもまあ朝食レストランドリンク付きって考えたら全然144元で3500円ぐらいですからね。あったかいうちに食べた方がいい。俺すぐ食べるよ多分このソーセージ。結構ね弾力系なソーセージとパンと一緒に食べるのかな。いただきます。まあ普通。結構この辺りのね西洋料理屋さんって全部ねステーキハウスになっちゃってたりとか、なんかいろいろな洋風料理を混ぜ込んだ店が多くて、ここの店は結構ドイツフォーカスな店だったんですよ。だから来てみた。付け合わせのマスタードをたっぷりつけて、別の種類のソーセージ。ソースは結構甘めだね。肉感があるよね。なんでこういうレストランにしようと思ったんだろうな。これ普通にミートソースパスタって書いてありましたね。麺はね柔らかすぎない感じで。いやでもこんな歴史的建造物の中でご飯食べるのって初めての体験だったので来てよかったです。ごちそうさまでした。さあお昼ご飯も食べ終わりましたんで、桟橋の方に行きましょう。こちらもチンタオの人気観光スポット桟橋の方まで来ました。すごい麓で潮干狩りしてる人がいる。みんなめっちゃ貝掘ってる。こちらの桟橋は全長440メーターにも上る長い桟橋なんですよ。その先端にね一番人気のフォトスポットがあるんで、ちょっとそちらに向かいたいと思います。この長い桟橋の上ではさ、冷たいドリンクを売って商売してる人もいれば、写真ビジネスの人もいれば、笛を売っている人もいるし、おつまみ売ってる人もいるし、ビジネスに寛容ですね。人気の人並んでるじゃん。人気のカメラマンにはみんな行列になってますけど、ここではカモメの餌やりは流行ってないみたい。でもね、カモメが思ったよりもそんなにいない。もうすぐ先端に着きますね。着きました。ホイラン宮です。ホイラン宮のホイランっていうのは波を押し返すとか大波を沈めるっていう意味があるそうです。宮は建物なので、こちらがチンタオのシンボルとして作られて、今はフォトスポットになっている場所っていうことです。先端まで来るとぐるっと港を見渡せるようになっていて、すごく綺麗です。なんかさっきまでめちゃめちゃヨーロッパ調だったのにさ、急に橋になって中国の建物になってってすごいね。海沿い見渡したら高層ビルばっかりだし、ジェットスキーも楽しそうだな。怖いけど。チンタオで一番綺麗な景色が見られる場所があるっていうことで、今はそこに向かってます。なんかもう街並みがここもすごいわ。いや、マクドナルドパラソルおもろ。だからチンタオは麦わら帽子かぶってるお嬢さんが多いですね。おー、海まで見えるんよ。あ、いいね。いいフォトスポット見つけました。ほら、ここ小道を抜けたら海。小魚山です。入っていきます。ここの山はね、約60メーターの小高い丘ってなってたんで、そんな登らないはずだよ。でも絶景なんだって。じゃあ一緒に登っていきましょう。レッサホッサ。わー、めっちゃ綺麗だな。あ、すごい。ちょっと上がったら塔がありますね。見て、塔のさ、柄をよく見ると魚が描いてあるよ。頂上に着きました。めちゃくちゃ綺麗。チンタオの海とレンガ調の綺麗な建物の景色をここから一望することができます。すごいこれ。自分で撮ってこの綺麗さだもんね。海が半分、レンガ調の建物が半分と、あと緑が見えるから、本当に魔女の宅急便の世界に入り込んだみたいな感じの風景です。あー、こっちの方が綺麗じゃない？海水浴場まで全部見えるよ。うわー、海も綺麗。色綺麗だよね。
この山頂にある塔なんですけれども、ランチャオ宮っていう名前で、さっき言った桟橋の塔と向かい合うように作られてるんだそうです。せっかくだからあの塔の上まで行ってみましょうね。こっから入るんですよ。おお、てっぺんに来ました。景色も綺麗だし、風がめちゃめちゃ気持ちいいですね。上から見た方が建物の全貌がよく見えるようになった。特に右側の方の赤レンガの感じとかが綺麗に見える。上からだとこうちょっと湾っぽくなってる海が撮れますね。八大館という場所に来ました。ここはバンコク建築博覧会とも呼ばれる歴史地区となってまして、ドイツやイギリス、フランスなど世界各国の建築様式を取り入れた洋館が並び、ロケ地としても人気の場所ということで、少し歩いてみましょう。もう天気がいいからってマジで観光ずっと歩いてる。もう10キロ以上歩いちゃった今日。綺麗な景色もいいけど、コーヒーとか美味しいケーキとか食べたいんで、この辺りでお茶もしたいですね。今向かってる洋館はチンタオのシンデレラ城と呼ばれてるらしい。ちょっと全部見るのはさすがに無理だから、そのメインの洋館だけちょっと見に行きましょうね。この街並みすごいね。なんか、いや、行けるんかーい、乗りたい。また先に美食街作っちゃってるよ。作っちゃうね、美食街。さあ、見えてきましたよ。ファーシーロー、中に入ってみましょう。こちらはですね、八大館を代表するお城ファーシーローに来ました。ここはですね、1930年代に建てられたゴシック様式やギリシャの建築様式など様々な建築様式を取り入れられて作られたお城のような場所になっています。一時は外国の方が別荘として使っていたそうなんですけれども、その後は外国からの要人を迎える迎賓館としても使われていたことがあって、今は観光もできるフォトスポットのような形になっています。確かになんかお城の作り方がいろんな作りが混ざってる感じですね。中入ってみましょう。お城の上からの景色はこんな感じです。綺麗なんだけど、外に出られる感じではないから、さっきの山の方が綺麗に見えたかな。さすが人気店じゃない？これ結構待ってんじゃないの？いや、待ってる。めっちゃいい匂いする。11択待ち。チンタオに来て初めて行列店に出会いましたね。で、この火鍋店がね、あるエリアが赤老人エリアっていうんですけども、高級ホテルとかがたくさんあるリゾートエリアなんだそうで、この近くにもビール祭りの会場があるっていうことで、火鍋待ってる間ちょっと行きたいなと思います。この辺り高層ビルだらけで、今一気にライトアップが始まって、むちゃくちゃすごい綺麗。音が聞こえる方にちょっと歩いて行ってみよう。外車がビュンビュンしてる。なんでこんな外車が多いんだこのエリア。マジでベンツベンツベンツみたいなさ。チンタオのビール祭りは3つの会場でやってるっていうことで、昨日行ったジンジャータンのエリアが一番メインの会場で、あと今日私が宿泊してるホテルの近くの旧市街のエリアにもう一つの会場があって、最後の会場が今私がいるこの高級リゾートエリアにある会場っていうことです。会場着きました。入っていきましょう。なんか有名な歌手の人の出演、今やってんの？急にパリピな感じになっちゃったよ。すごい上手なんだけど。チンタオビールって書いてある。なんかこっちの会場は大きなテントっていうよりはつながってる感じで、そこのエリアにいろいろあるんだね。ビール会場で飲もうと思ったんですけど、1リットルからしか売ってるところを見つけられなかったので、もう火鍋店の時間も迫ってるんで、会場の雰囲気だけ体験しました。会場の反対側もめちゃめちゃ飲食の屋台はあるんだけど、ビールはね売ってなかった。こっちの高級リゾートエリアの方のお祭りは随分とライブもなんかチルい感じでおしゃれでしたね。ちょうどね、あと10分ぐらい。今日はチンタオ最終日の晩ご飯なんですけれども、海鮮火鍋のめちゃくちゃ口コミ評価がいいっていうお店を見つけたんですよ。市内中心部からちょっと遠いんですけれども、ディディで30分ぐらいかけてお店に来ました。新鮮なチンタオの海鮮も火鍋に入れて食べられるっていう感じのお店なんだそうです。うちの麻雀はピーナッツの粉からすりつぶして作ってますよ。美味しいですよ。牛肉はもう切りたて手切りで美味しいですよ。牡蠣はもう新鮮大ぶり、美味しいですよっていう映像。店内はシンプルで清潔感がある内装になってますね。火鍋店っぽい強烈な匂いとかはしないかな。たくさん賞を取っている。昨
キノコとマーラーのスープで20元。安い。なんかね、一人で来てもこういうガラスのポットみたいので一人小鍋みたいな感じでできるらしい。調味料はじゃあ7元ですね。うわ、出ました、この辛いやつ。中に炭が入ってんだよね、これ。おー、あんま見た目辛くなさそうだけどね。もう今回は焼き付けないでちゃんと中に入れて食べますんで。タレは3種類。右から海鮮ダレ、真ん中が麻雀タレ、左側が普通のニンニクとごま油のタレです。ローカルビールでチンタオビールじゃないビールがあったので頼んでみました。乾杯。うん、美味しい。あっさり系のビール。チンタオ来てずっと濃いビール飲んでたから久々にあっさり系が来て嬉しいですね。火鍋が濃いからね、これぐらいの味の方が合いますよ。金メダル羊柔らか肉みたいな名前ついてた。15秒から20秒でいいの？本当にいつも短すぎて言われるんですけど、今日はいいんじゃない？すごい沸騰してる鍋だから入れます。本当にさ、結構青いでも多いね、その青いの。炭がもう大量に入っているのでめちゃめちゃ沸騰してる。もういけるかな。どう？麻雀でいただこう。エビ団子もできた。これは海鮮のタレにしよう。濃いな、麻雀が。いただきます。うまっ。羊肉が柔らかくてうめえ。ちょっと羊の香りするけど嫌な感じじゃなくてすごいいい羊の味がする。エビ団子。エビ団子やばい。むちゃくちゃエビだわ。見て、息がやばいよ、エビの。すごい跳ねるじゃん。そうそう、エビ。入れます。ちょっとマーラーに入れていいですか？やばい、めっちゃ動いてる。やばいやばいやばい。大丈夫です。エビです。ちょっと冷まし時間1ミニッツです。1分小持ちやりいか。はい。エビは何分だったんだろう。このさ、牛筋キノコみたいなやつめっちゃ好きなの。黄色のキノコ日本だと見ない。オッケーオッケーオッケー。小持ちやりイカです。これがね、うまいんだったらもう釣ってきたイカはそのまま入れちゃおうよっていう話なんだけど。きなこ。このきのこうまい。クリーミーじゃない？千枚です。ここの千枚うまいね。千枚の嫌な味が一切ない。いいな。火鍋ってやっぱ元気出るよね。もう今日歩きすぎて疲れちゃったから、さっき何キロ歩いたんだろうって見たらもう13キロぐらい歩いてたんですよ。チンタは広いからね、結構車が入れないエリアとかもあって割とねたくさん歩くんで、靴は運動靴の方がいいと思います。ここの麻雀めっちゃうまくない？そうだ。マジで高級感がある味がするの。手切り牛肉、これはね8秒から12秒って書いてあるからもうすぐですね。やばいやばいやばい。8秒から12秒理論で言ったらもういけるはずなんだよ。これどれのタレにしようかな。じゃあ、そういうことで。はい、牛肉ね。これはめちゃくちゃうまいね。うまいしか出てこない。牛自体は脂身が少なめですごいあっさりしてるんだけど、すごく柔らかくてめちゃくちゃ美味しいです。お肉のレベルもめちゃくちゃ高いな。さっきまで生きてたエビも海鮮だれにつけていただきます。めちゃくちゃ甘い。ヤリイカもいけるかな。お餅ヤリイカは海鮮だれで。パリパリだね。卵の部分がプチプチしてて美味しい。こういう感じで火鍋で食べるのは初めて。結構イカ自体もボリュームがあるから2人だったら4つで十分。カキ行こう。カキめっちゃでかい。カキでっかいカキでちょいざましい。顔が喜んでるの。1個麻雀で1個は海鮮で食べよう。攻めてるね。なんかミネラルの味がしっかりするカキって感じで美味しい。味が濃いなと思う。麻雀麻雀にしても合うな。ピーナッツのコクとカキの旨味が合わさるとクリーミー&クリーミーみたいな感じでうまい。
最後締めが、ここはね手打ち麺2種類あって、普通の麺と、あとこっちなんか緑の麺、多分ナッパの麺みたいな感じで書いてありました。こちらを食べたいと思います。短いんだけど、ちょっと待って、笑っちゃうぐらい短いんだけど、これちょっと待って、繋がってない。おお、短麺、なんかいい匂いするなこの麺。普通の麺からめっちゃコシがあってうまい。短くねって思ったけど、なんかつるっと食べられる感じで美味しいですね。緑の麺です。まあどっちもそんなに変わらないというか、すごいコシがあって、ここの麺もマジでうまいわ。チンタオで火鍋ってどうなんだろうって思ったんですけれども、お肉も今まで食べてきた中で一番うまいんじゃないかなってぐらい美味しかったです。値段もかなりこの鮮度で考えたらお手頃価格の方だと思うので、すごいいいお店だなと思いました。新鮮な海鮮を火鍋に入れて、チンタオらしい火鍋として食べられてよかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、今旅の締めです。チンタオビール祭り、旧市街会場に来て最後に美味しいチンタオビールを飲みたいと思います。前方にビール販売所がある。屋台のお店はやってたり閉まったりって感じだから、早いのは結構早く閉まっちゃうんだね。最後のビールは何味にしようかな。何にしようかな。ちょっとヘビーに最後はチンタオブラックビアにします。もう二度と飲めないかも。おー、色が濃い。おい、上手に入れられたよ。ほら、あー、コクがすごいね。大人味。こちらがチンタオビール祭り3つ目のライブ会場、旧市街のライブ会場ですね。旧市街のビール祭りはちょっと落ち着いた感じなんだね。チンタオいい街だったな。マジで海鮮が今まで行った中国の中で一番安かったし、本当にアサリが美味しすぎた。全てアサリです。生ビールは味が濃くてパンチもあるし、思い出に残る味でした。正直時間が許すなら海にも入りたかったです。あとは何といっても気候が最高だったから、涼しくて暑くても海風が心地よくて、いくらでも酒が飲める感じでしたね。正直数日間だけだと全然海鮮も、あとチンタオのご当地グルメも食べ尽くせないなっていう感じではあったので、また戻ってきたいなって思うような場所でした。ということで、今回のチンタオグルメ旅は以上になるんですけれども、明日からは東北地方の方へ移動しまして、またグルメ旅を続けていきたいと思います。今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。